ちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのはマーク・トウェインが描いた不朽の名作トム・ソーヤーの冒険です。この物語がアメリカ文学に与えた影響は計り知れません。事実、この作品から生まれた続編ハックルベリー・フィンの冒険に対し、文豪ヘミングウェイはあらゆる現代アメリカ文学はこの一冊に由来すると最大級の賛辞を送りました。本日はその偉大な伝説の幕開けとなった輝かしい第一作の魅力に迫ります。物語は本編35章からなる長編で読み応えのあるボリュームですが、ご安心ください。本日はこの壮大な物語の魅力の核心をぎゅっと凝縮します。約15分でお届けしますので、忙しい日常の中でもこの物語が持つ深い感動に触れていただけるはずです。日本でも1980年に世界名作劇場の一作としてアニメ化され、多くの人々に愛されました。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この素晴らしい作品を生み出したマーク・トウェインと作品が書かれた時代について深く、そして鮮やかに触れてまいりましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の隣で息遣いを感じられるように。作者であるマーク・トウェインは1835年にアメリカミズーリ州の辺境で生を受けました。本名をサミュエル・ラングホーン・クレメンツと言います。彼が4歳の時、一家はミシシッピ川沿いの町ハンニバルに移り住みます。この町でのわんぱくな少年時代の体験が後のトム・ソーヤーの冒険の源泉となりました。11歳で父を亡くし、彼は学校を辞めて印刷工の見習いとして働き始めます。この経験が彼の文章力を磨く最初の土台となったのです。青年期には幼い頃からの夢であったミシシッピ川の蒸気船水先案内人になります。マーク・トウェインという筆名も水先案内人が使う水深2キロという合図に由来します。この川での生活は彼の魂にアメリカの雄大な自然と自由の精神を深く刻みつけました。その後、新聞記者としてユーモアあふれる記事で人気を博し、作家としての道を歩み始めます。彼の人生は投資の失敗や家族との死別など決して平坦なものではありませんでした。しかしその鋭い社会風刺と人間への温かい眼差しは作品の中で輝きを失うことはありませんでした。1876年にトム・ソーヤーの冒険は出版されました。当時のアメリカは南北戦争が終わり、未曾有の経済発展を遂げた金ピカ時代でした。鉄道網が大陸を横断し、鉄鋼王といった大富豪が次々と生まれていました。しかしその輝きの裏では深刻な貧富の差や政治腐敗が蔓延していました。トウェイン自身もこの時代を皮肉って金ピカ時代という小説を共著で発表しています。彼は物質的な豊かさだけを追い求める社会の風潮に疑問を投げかけていたのです。トム・ソーヤーの冒険はそんな時代に古き良きアメリカの少年時代を描きました。それは大都市の喧騒から離れたミシシッピ川のほとりの小さな町での物語です。人々がまだ自然と共に生き、素朴なコミュニティを築いていた頃の記憶なのです。この物語は急速に変わりゆくアメリカ社会へのトウェインからのメッセージでした。経済的な成功だけではない、本当の豊かさとは何かを問いかけるものだったのです。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動を知ること、そうすることで
物語に込められた幾重ものメッセージがより一層私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよトム・ソーヤーの冒険の物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、退屈な日常から逃れ自由を夢見た少年が見た世界の輝きとその影、大人の決めたルールと自分だけの宝物を探す冒険心との間で揺れる永遠の少年時代です。それでは主人公トム・ソーヤーが私たちに語りかける声に耳を傾ける時間といたしましょう。第1章、ミシシッピの風と塀の上の夏。物語はミシシッピ川のほとりに佇むのどかな町セントピーターズバーグの気だるい夏の午後から始まります。ここに我らが主人公トム・ソーヤーがいます。彼はいたずらを呼吸のごとく繰り返し、勉強と規律を病のように嫌う少年です。亡き母の妹であるポリーおばさんのもとでその忘れがたみとして育てられていますが、愛情深いおばの手を焼かせることにかけては天才的でした。物語の幕開けを飾るのは象徴的な塀のペンキ塗りという事件です。それは本来退屈な罰でしかありませんでした。しかしトムはこのうんざりする仕事を驚くべき心理的錬金術によって誰もが羨む特権へと変えてしまいます。彼はあたかも偉大な芸術家が傑作を仕上げるかのように振る舞い、友人たちから宝物をまんまと巻き上げては代わりに仕事をさせるのです。その姿はこの物語全体を貫くテーマの鮮やかな序曲と言えるでしょう。つまり社会の価値がいかに曖昧であり、人の心の動きを読み解く者がいかに世界を操れるかという普遍的な真理を映し出しています。そしてこの夏、トムの心に新たな光が差し込みます。それは判事の娘ベッキー・サッチャーでした。彼女の存在はトムの冒険に新たな羅針盤を与え、彼の心を恋という未知の海域へと誘うのです。この章の終わり、我々は夏の気だるい空気の中にこれから始まる大冒険と避けられぬ人生の複雑さの確かな予兆を感じ取ります。第2章、真夜中の墓標に刻まれた血の契約。子供の遊びと大人の世界の非常さが交錯する物語の最初の転換点は真夜中の墓地で訪れます。イボを治すという迷信に導かれ、親友である宿なしの少年ハックルベリーフィンと共に忍び込んだ不気味な静寂の中、2人は見てはならないものを目撃してしまいます。それは墓荒らしをめぐる口論の果てに、ならず者のインジャン・ジョーが若い医師を殺害し、その罪を酔いどれのマフポッターになすりつけるという恐るべき瞬間でした。月光の下で交わされる血と沈黙の契約。この秘密は少年たちの無邪気な心に鉛のような重い枷となってのしかかります。インジャン・ジョーへの恐怖が彼らの口を固く閉ざさせ、真実の重圧がトムの心を夜ごと苛むようになりました。この瞬間、彼らの夏はただ楽しいだけの冒険の季節ではなくなります。そして罪の意識といつか果たされるべき正義という抗いがたい運命の影に覆われていくのでした。第3章、ジャクソン島、自由という名の王国。心に抱えた秘密の重圧とベッキーとの仲違いによる失意から逃れるように、トムは究極の家出を計画します。それは海賊になることでした。親友のジョー・ハーパー、そして常に自由の象徴であるハックルベリーフィンを仲間に引き入れ、3人の無法者たちはイカダを漕ぎ出し、ミシシッピ川に浮かぶ無人島ジャクソン島を目指します。ここにはやかましい大人も退屈な学校もありません。彼らは自らをカリブ海の恐怖の復讐者などと名乗り、魚を釣り、亀の卵を食べ、タバコをふかし、完全なる自由を謳歌します。このジャクソン島での日々は少年たちが夢見る理想郷の具現化であり、社会の規範からの完全な解放を象徴していました。しかし対岸から聞こえる自分たちの創作を知らせる大砲の音は、彼らが捨てたはずの世界とのつながりを不気味に示唆します。自由は孤独の裏返しであり、
彼らの小さな王国はやがてふるさとへの郷愁という抗いがたい力によって静かに侵食されていくのでした。第4章、斧がための葬送曲と喝采の期間。町では行方不明になった3人の少年たちのために厳かな葬儀が執り行われていました。ポリーおばさんやジョーの母親、そして町の人々が涙に暮れるその瞬間、物語は最も劇的な、そして最もトム・ソーヤーらしい奇策によって頂点を迎えます。死んだはずの3人が教会の扉を開け、自らの葬儀に姿を現したのです。悲嘆は驚きへ、そして熱狂的な歓迎へと変わりました。トムとジョーは一夜にして英雄となったのです。このエピソードはマーク・トウェインの人間社会への痛烈な皮肉に満ちています。生前は見向きもされなかったわんぱく小僧たちが死んだと思われた途端に美化され、その期間が熱狂をもって迎えられる。それは世間の評価がいかに移ろいやすく表層的であるかを鮮やかに描き出します。トムは一時的な栄光に酔いしれますが、彼の心の中には依然として墓場の秘密という暗い影が潜んでいることを我々は知っています。第5章、法廷に響く真実の声。その影と光。夏休みが訪れ、町は再び日常を取り戻しますが、マフ・ポッターの殺人裁判が始まると、町全体が不穏な空気に包まれます。無実のポッターが日に日に追い詰められていく姿に、トムの両親は極限まで苛まれます。インジャン・ジョーへの恐怖とポッターへの罪悪感との間で、彼の魂は激しく引き裂かれるのです。そして運命の裁判の日、トムはついに決断します。彼は傍聴席から進み出て、震える声で、しかしはっきりと真実を証言するのです。インジャン・ジョーがやったんだと。その瞬間、法廷は静まり返り、インジャン・ジョーは窓を突き破って逃走します。トムの行動は無実の男を救うという正義の行いでしたが、同時に彼は恐るべき復讐の悪魔を白日のもとに解き放ってしまいました。彼の勇気は自らの身をかつてない危険にさらすことと引き換えだったのである。この告白はトムが単なるいたずらっ子から道徳的な責任を負う一人の人間へと成長する決定的な一歩でした。第6章、闇の中の迷宮。そして最後に灯ったろうそくの火。物語は最後の、そして最大の冒険の舞台へと移ります。宝探しに夢中になるトムとハックは偶然にも隠れ家でインジャン・ジョーとその仲間が金貨の詰まった箱を別の場所に隠す計画を立てているのを聞いてしまいます。その後、ベッキーが主催したピクニックでトムとベッキーは探検気分でマクドーガルの洞窟へと入っていきました。しかし無数の通路が迷宮のように広がる洞窟の奥深くで、2人は道を見失い、ろうそくの火もつき、完全な暗闇と飢え、そして絶望の淵に突き落とされます。この洞窟は少年時代の無邪気な冒険が一転して死と隣り合わせの試練となりうることを象徴する暗く湿った繭のような空間です。死を覚悟したトムが最後の力を振り絞り、タコ糸を頼りに進んだ先で見たのは、同じく洞窟に潜んでいたインジャン・ジョーの姿でした。そして絶望の果てにトムは遠くにかすかな光を見出します。それはミシシッピ川へと続く小さな出口だったのです。憔悴しきった2人の生還は町に再び歓喜をもたらします。ところがその喜びの陰で、洞窟の入り口はサッチャー判事の命令により固く鉄の扉で封鎖されてしまっていました。第7章、虹のふもとで見つけた黄金と縛られざる魂への誓い。洞窟からの生還を果たしたトムは、インジャン・ジョーが洞窟の中に閉じ込められたことを知ります。鉄の扉が開けられた時、そこには餓死した彼の無残な姿がありました。トムの心を脅かしていた恐怖の源、その男の死は一つの時代の終わりを告げるかのようでした。そしてトムの頭脳がひらめきます。インジャン・ジョーが隠した宝物は洞窟の中にあるに違いないと。トムとハックは再び洞窟へ忍び込み、油煙で描かれた十字架の印の下から莫大な金貨の詰まった宝箱を発見します。
2人は一夜にして大金持ちとなり、トムは英雄として、ハックはダグラス未亡人に引き取られ、窮屈ながらも文明的な生活を始めることになりました。しかし物語はここで終わりません。規則正しい生活に耐えきれなくなったハックは元の宿なし生活へと逃げ出します。トムは彼を見つけ出し、こう言って説得するのです。山賊団に入るならちゃんとした身なりじゃなきゃダメだと。この結びは2人の友情の普遍性とこれからも続くであろう冒険への高らかな宣言です。社会の枠組みに収まろうとするトムと、それに抗い続ける野生の魂ハック。2人の少年は文明と自然、束縛と自由というアメリカ文学の永遠のテーマをその身に宿し、ミシシッピの夕日の中に立っています。終章、大人になる前のあの夏の日々へ。マーク・トウェインが描いたトム・ソーヤーの冒険は単なる懐かしい少年時代の物語ではありません。それは我々一人一人の中に眠っているあのトム・ソーヤー的なるものへの呼び声なのです。退屈な日常を非凡な冒険に変えてしまう想像力、社会の偽善や建前を軽やかに笑い飛ばす精神、そして恐怖に打ち勝ち友のために立ち上がる勇気。この物語は我々に問いかけます。いつから我々は塀のペンキ塗りをただの退屈な義務としてしか見られなくなったのでしょうか。いつから心の奥底で輝いていた宝の地図を現実という名の引き出しにしまい込んでしまったのでしょうか。トムの冒険は大人になるということが必ずしも世界の魔法を失うことではないと教えてくれます。それは世界の複雑さと矛盾を受け入れた上で、なお自分自身の心の中にあるジャクソン島を見失わないことの重要性を示唆しているのです。トム・ソーヤーが駆け抜けたあの夏は決して過去の遺物ではありません。それは現代を生きる我々が時に立ち返るべき心のふるさとであり、人生という名の冒険を続けるための尽きることのない勇気の源泉なのです。さあ耳を澄ませてみましょう。ミシシッピ川の風に乗って今もなおトムのあの快活な口笛が聞こえてくるはずですから。いかがでしたでしょうか。マーク・トウェインが紡いだトム・ソーヤーの冒険は読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そして懐かしい物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける自由な心で世界を見つめるというメッセージは、私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる冒険とはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような宝物を受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方はぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も大人になった今再読することでかつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。